皆さんこんにちは。今日は尾道の素敵な旅館に来ました。西という漢字が書いてあります。旅館尾道西山さんです。とても素敵な旅館なので一緒に楽しみましょう。すごい素敵。まずはラウンジでチェックインをします。こちらがラウンジの入り口です。素敵なエントランスです。こちらでお靴を脱いでいただいて、はい、スリッパの履き替えをお願いいたします。はい。ここで靴を脱いでスリッパを履きます。こんな素敵なところでチェックインをするようです。はい、ありがとうございます。こんばんは。この照明も素敵です。そして天井も素敵です。こういう天井を格天井と言います。お寺や神社、お城など格式の高い建物で使われる天井です。格式が高いというのは長い歴史と伝統があって品位があることです。旅館尾道西山さんは2年連続でミシュランキーに選ばれています。今からチェックインをします。旅館の方の丁寧な日本語を聞いてください。失礼いたします。改めまして、この度は旅館尾道西山にご来館いただきましてありがとうございます。本日チェックインを担当いたしますあなた申します。よろしくお願いいたします。では早速ではございますが、失礼いたします。はい。こちらのチェックインカードですね。はい。空欄を記載いただいて、最後にご署名をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。空欄を記載するというのは空いているところを書くという意味です。そして最後にご署名をお願いしてもよろしいでしょうかと言っていました。署名というのは手で名前を書くことです。では本日より1泊2食付きのプランでご予約を頂戴しております。まずご夕食のお時間なんですけれども、夕食のお時間が早いお時間から17時30分から19時30分までの間、30分刻みでご希望の時間伺っておりますが、いかがいたしましょうか。じゃあ19時30分19時30分で。はい、かしこまりました。19時30分は午後7時30分のことです。日本語では24時間を使った時間の言い方もよくします。合わせてご朝食のお時間もお選びいただけます。はい。ご朝食が朝の7時から9時の間、こちらも30分刻みでご希望の時間伺っております。はい。じゃあ8時半で8お時半で願いします。はい、かしこまりました。30分刻みというのは時間を30分で区切ることです。なので7時の次は7時半、その次は8時のようになります。再度の確認ではございますが、皆様の中に何か食物アレルギーや苦手な食材をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。はい。食物は食べ物のこと。食材は料理の材料のことです。苦手というのはこの場合、あまり好きではないという意味です。私がちょっとエビとカニのアレルギーがあるんです。かしこまりました。エビとカニのアレルギーでございますね。はい、ありがとうございます。はい。ではウェルカムドリンクをご用意してありますので、少々お待ちくださいませ。一度失礼いたします。
うでしたか？聞き取れましたか？わからなかったら字幕をオンにして何回か見てみてください。はい、お待たせいたしました。お茶菓子が、くるみを砂糖でキャラメリゼしたものでございます。はい、お抹茶は温かいうちにどうぞお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。いただきます。ウェルカムドリンクはお抹茶でした。江戸時代から尾道ではお抹茶でおもてなしをする文化があったそうです。お抹茶とお菓子が一緒に出てきたときは、お菓子を食べてからお抹茶を飲みます。今度は旅館の説明を聞きます。難しくても聞いてみてください。失礼いたします。では、こちらの案内のカードでございます。本日ご宿泊いただくお部屋、わらの家でご用意してございます。今いらっしゃるのが、こちらラウンジ降臨でございます。じゃお隣のガラス張りの建物にレストラン用スローございまして、ご夕食ご朝食ともにこちらのレストランでご用意してございます。同じ建物にエントランスロビーがございます。チェックインはラウンジで行ったんですけれども、チェックアウトはこちらのエントランスロビーで受けたまっております。チェックアウトの際は、お部屋の鍵と後でお渡しいたします貸し出し用のハンプのバッグお持ちになってお越しくださいませ。で、館内が全面禁煙でございますので、おタバコ吸われる際は門の外にございます喫煙スペースのご利用をお願いいたします。本日ご宿泊いただくお部屋がこちらのわらの家というお部屋でございます。はい。では続きまして、こちらのラウンジ氷についてご説明をいたします。こちらのカウンターにございますコーヒー豆、ソフトドリンク、アルコール、スナックなどご滞在中自由にフリーでお楽しみいただけます。こちらラウンジでお楽しみいただくのはもちろん、気に入ったものはお部屋にお持ち込みいただいても問題ございません。こちら手に紅茶と日本茶のコーナーもございますので、合わせてお楽しみください。はい。でこちらのラウンジ降臨でございますが、夜は23時までご利用いただけます。明日の朝は7時からチェックアウトのお時間までご利用いただけます。ぜひお楽しみくださいませ。はい。説明は以上になるんですけれども、何かご不明点などはございませんか？大丈夫ですか？ありがとうございます。お部屋に案内してもらいました。こちらでございます。わらの家というお部屋でございます。すごいですね。わらの家。屋根はかやぶき屋根です。かやというのは植物です。この家は船で運んできたそうです。こういう建物を離れと言います。離れというのはメインの建物とは別にある建物です。中は後でゆっくりお見せします。楽しみにしていてください。もう夕食の時間だったので、まずはレストランに行きます。レストランの名前はヨーソロです。これは船に乗る人の言葉で、そのまま進め、そのままでいいという意味だそうです。尾道は海の交通や造船で栄えた町です。メニューは地元の、つまり広島県の食材を使ったものでした。お決まりですか？はい。スパークリング。はい。私はグラスワイン白。白。はい。かしこまりました。まずこちらが三好ワイナリーさん。ビラクワという名前のスパークリングです。こちらシャルドネという白ブドウのみで醸造してますので。三好ワイナリーは広島県のワイナリーです。スパークリングワイン、とても美味しかったです。
次はこのワインの説明です。広島県の、福山市の一番北、最北端に山の京という地域があるんですね。そちらの太田ワイナリーさんの白ワイン。今日ご用意したブドウは北天の雫と言いまして、日本でできたブドウです。北天の雫という品種だそうです。かっこいい名前です。日本のワインも美味しいものが多いので、ぜひ飲んでみてください。コースの最初にこんな可愛らしいものが出てきました。左側はトマトで、右側の上に乗っているのはウニです。これは尾道で採れたお魚が乗っています。すごいキノコが出てきました。広島県で採れた舞茸です。メインは広島牛でした。お待たせしました。今日は三原の食い牧場さん、広島牛。このチーズも広島県の会社が作ったものです。広島県の食材で作られたお食事、美味しくいただきました。ソムリエの方が見送ってくれました。ラウンジを撮影させてもらうので、ラウンジでデザートをいただきます。美味しいデザートでした。ラウンジには本棚がありました。ここの本はブックソムリエの方が選んだそうです。面白そうな本が並んでいました。離れに1週間ぐらい泊まって、一歩も外に出ないでずっと本を読んで過ごすという贅沢なことをいつかしてみたいです。こちらは飲み物コーナーです。コーヒーやレモネードがありました。瀬戸内はレモンで有名です。絶対に美味しいので飲んでみます。あったかいレモネードにしました。とても美味しかったです。そしてここにはビールサーバーもありました。ジンは瀬戸内で作られているクラフトジンです。下にはクラフトビールもありました。部屋に持って帰って飲んでいいそうです。私は尾道ハニーレモンをいただくことにしました。夜、藁の家を外から見ると光り輝いていました。とても綺麗ですね。とっても気持ちよく寝ることができました。朝です。大雨です。庭の向こうは海だそうです。海を見に散歩に行きましょう。鍵は回して開けるタイプでした。
青いアジサイが雨の中元気に咲いています。ここから外に行きます。雨で水たまりになっていました。なんとか飛び越えました。海はこっちから行けそうです。車が何台も並んでいます。ここを曲がると海が見えました。この朝顔もきれいに咲いています。目の前の大きなクレーンがあるところは尾道造船です。造船は船を作ると書きます。クレーンの先が動いています。船を作っているんでしょうか。何をしているのか見えないのが残念です。左を見たらフロントガラスの割れた車がありました。右に見えている何かがくっついているのは貝殻でした。びっしりついていますね。ここから海の近くに行けます。海の底が見えるのでそんなに深くないかもしれません。でも落ちたら怖いなと思いました。竹が浮かんでいました。あの先が海につながっています。ここは瀬戸内海です。瀬戸内海は昔から海の交通が盛んでした。荷物を運ぶために瀬戸内海を船が通りました。また朝鮮や中国に施設を送るときにもこの瀬戸内海を船で通りました。施設というのは国を代表して外国に行く人です。瀬戸内海は経済的にも文化的にもとても大事な場所でした。アジサイがとてもきれいです。ここは船を止める場所です。塀の代わりに植えた植物を生垣と言います。この生垣のある場所が旅館尾道西山さんです。生垣の中は見えませんが立派な松が見えますね。この船を止める場所は水に浮いています。潮の満ち引きに合わせて上下に動くんだそうです。
潮の満ち引きというのは海の水面、つまり海面が一日の中で上がったり下がったりすることです。この先に行ってみましょう。道路はここまでです。この先も行こうと思えば行けましたが、滑って転んで海に落ちたら嫌なので、ここまでにしました。向こうに島が見えます。と思ったのですが、後で地図を見たら、あれは島ではなかったみたいです。ここは川が海につながるところでした。もうすぐ朝ごはんの時間です。なので帰ります。十字路に来ました。十字路というのは漢字の十のような道のことです。この先の道はさっき通ってきた道です。なのでこっちに行きます。最初に通った車の多い道に戻ってきました。造船所のクレーンが目立ちますね。クレーンを見ていたらどうしても造船所を見てみたくなりました。なので造船所の前まで行ってみることにしました。そう、ここがさっき上がった道です。まっすぐ行きます。だいぶ近くまで来ましたが、緑のネットがあって中が全然見えません。とりあえず緑のネットが終わるところまで行ってみることにしました。ここで緑のネットが終わりました。でも塀が高くて中は見えません。ここで塀が終わって、やっと少し中が見えました。なんだかかっこいいですね。でも船を作っているところは見えないですね。いつか見てみたいです。では急いで帰ります。西という漢字が見えてきました。藁の家に戻ってきました。娘と一緒に昨日のレストランヨーソロに向かいます。目の前でご飯が炊けています。最初にいちごのスムージーが出て、そして瀬戸内海で採れた魚がメインの朝ごはんが来ました。大変おいしくいただきました。朝ごはんの後、コーヒーを飲みに
ラウンジに行きました。右手に小さい部屋がありました。入ってすぐにボードゲームが置いてありました。皆さんの知っているゲームはありますか？その横には器コーナーがありました。器は入れ物のことです。かわいいイカがありました。こちらもいいお顔をしています。でちょっとお伺いしたいんですけど、こういうところで靴を脱がなければいけない場合、脱いだ後、靴を揃えた方がいいですか？そうですね、当館では、私どもスタッフが、整えさせていただきますので、そのままにしておいていただいて大丈夫なんですけれども、ここは揃えなくていい、旅館は。当館では大丈夫です。基本的に旅館とかは揃えないものですか？そうですね。例えばさんが違う旅館に行った時、靴は揃えますか？私は揃えます。じゃあやっぱりなんか揃えてもいい。揃えてもいい。でも大丈夫です。では靴を揃えてみます。この向きで一旦脱いで、こう揃える感じ。さようでございます。友達の家などでは靴は揃えます。コーヒーは豆から入れるタイプでした。豆を測って機械に入れます。ひいた豆をフィルターに入れます。お湯を入れます。ちょっと蒸らしてまたお湯を入れます。豆をひいて入れたコーヒーはとっても美味しかったです。コーヒーを持って帰ってきました。最後に藁の家の中を見てください。まずこの先が茶室です。冷蔵庫もあります。ここがメインのお部屋です。コーヒーや紅茶があります。寝心地のいいベッドがあって、その奥に廊下が続いています。こちらがお手洗いです。この奥がトイレです。そしてこっちがお風呂場です。中はヒノキのお風呂です。天井がまた美しいですね。洗面所の窓も素敵でした。廊下を歩いていたら、外にアジサイの花が飾ってあることに気づきました。チェックアウトをしました。すいません、荷物をくれたりとかしますか？大丈夫ですよ。大きな箱を
用意してくれました。これだけ大きい荷物だったので送ることができて助かりました。はい、お願いします。350円。お先にお控えお話ししておきますね。ありがとうございます。とても素晴らしい時間を過ごしました。旅館尾道西山さんにぜひ行ってみてください。リンクは概要欄にあります。皆さん、今日も動画を見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。新しい言葉覚える難しい時もあるけど諦め